こんにちは。今回はマイクラの Java 版と統合版のクロスプレイができるサーバーを無料で作っていこうと思います。クスワバーフリーという無料のサービスにクロスプレイに必要なモッドを入れていきます。モッドといっても中身はバニラのマイクラと変わりません。またこのサーバーはとても高性能なので深くつくことも少なく快適にプレイできます。スイッチから外部サーバーに接続する方法などを組み合わせればスイッチも PC の Java 版と一緒にプレイすることだってできちゃいます。それでは始めましょう。まずはじめにクスワバーゲームズでサーバーを立てます。 X サーバーゲームズフリーなどと検索してこの動画のページに行ってください。下の方にあるマルチプレイを無料で始めるこうしてアカウントの作成を行ってください。必要なものはメールアドレスだけです。アカウントが作れたらサーバーの申し込みへ進む。こうしてマインクラフトを選択。この先が重要でゲームのバージョンのところでマインクラフトファブリックの最新版を選択してください。サーバーの利用時間、ゲームサーバー名は変えなくて大丈夫です。申し込み内容を確認する。こうしてゲームの種類などが正しいか確認して申し込みを完了する。こうします。画面が変わったら契約管理トップへおクリック。これでサーバーが立てられます。ここでゲーム管理をクリックするとサーバー設定中と言われるので20分ほど待ってください。しばらくしてゲーム管理を押してみるとゲームパネルが表示されました。これでサーバー立てが完了しました。 Java 版だけで遊ぶなら右上に表示されているサーバーアドレスを入れればもう遊ぶことができます。では次にクロスプレイができるようにするモッドを入れていきましょう。左側のメニューからファイルマネージャーをクリック。開いたらマインクラフト、モッツの順に開いてください。ここに何も入っていないことを確認したらガイザー MC と検索して動画のページに行きます。ダウンロードからガイザー MC のファブリック版をダウンロード。 PC に悪影響がなどと言われるかもしれないですが自己責任でお願いします。次にガイザーの一つ右にあるフラットゲートもダウンロードします。ファブリックをクリックして右上のダウンロード。バージョンはサーバー作成の時と同じバージョン。プラットフォームはファブリックを選んでダウンロードをクリック。最後にファブリック API などと検索して動画にあるページに行きます。左側にあるダウンロードファブリック API をクリック。バージョンを選んで一番上の項目の右側の3点をクリックしてダウンロードファイルを選択。しばらくするとダウンロードされます。必要なファイルは揃ったので再びサーバーのファイルマネージャーに戻ります。左上にマインクラフト、モッツと表示されているか確認してダウンロードした3つのモッドをアップロードしてください。ドラッグ&ドロップしてアップロードを押します。3つ表示されれば成功です。それではゲームパネルに行って左上にあるゲームの操作を押して再起動を選択。再起動されるまで 1、2分待ちます。その次は再びファイルマネージャに戻って左上のマインクラフトをクリック。上から2番目のコンフィグ、上にあるガイザー、ファブリックを開いたらコンフィグ、イムルを選択して上のメニューにある編集を押します。動画の通りアドレスとポート番号を変更します。ここのアドレス、ゲームパネルに表示されているサーバーアドレスに書き換えます。次にポート、デフォルトの19132から25565に変更
開き、画面に完了などと表示されていれば成功です。次にこのサーバーへの入り方を説明します。 Java 版については普通のサーバーと同様にゲームパネルに表示されるアドレスを入力すれば入ることができます。バージョンをサーバーと合わせておくように注意してください。統合版だと少し特殊になるので説明します。マイクラを開いてサーバーのところからサーバーを追加。サーバー名は自由に決めて、アドレスはゲームパネルに表示されているものを入力。ポートについてはデフォルトの19132ではなく25565に変更してください。これで Java 版、統合版がクロスプレイできるサーバーに入ることができました。サーバー自体は Java 版に合わせてあるので、統合版でも攻撃力バーが表示されます。最後にこのサーバーの注意点について説明します。このサーバー、非常に高性能でありながら無料で使うことができるのですが、無料版だと36時間ごとに延長を行う必要があります。残り時間はゲームパネルの中央に大きく表示されています。延長はゲームパネルの右側にあるアップグレード、期間延長をクリックして下に移動するとあります。本来はこの位置に更新ボタンが表示されますが、残り時間が12時間以下になるまで更新はできなくなっているので、今は表示されていません。残り時間が12時間から0になるまでの間に更新しなければワールドが消去されてしまうかもしれないので、継続して遊ぶ場合は必ず更新してください。更新をし忘れても残り時間が0になってから24時間以内ならばまだ間に合うかもしれないので、諦めないでください。有料版であればこのような更新は必要ないと思うので、課金するのもありかもしれません。今日はマイクラの統合版、Java 版がクロスプレイできるサーバーを無料で立てる方法を紹介しました。わからないところなどがあればコメントで質問をお願いします。この動画が役に立ったなら高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それではまた。